素早いジャブに華麗な足さばき、体重を乗せた強烈なフックやストレートなど、洗練された技術と戦略を持つボクシング。他の格闘技にも多大な影響を与えたこの奥深いスポーツは一体どこで誕生し、そしていかにして今のようなスタイルに至ったのか。今回はボクシングの知られざる歴史をたどっていきます。ボクシングの起源は紀元前7世紀頃の古代ギリシャにまで遡ります。この時代に行われたピュグマキアと呼ばれる剣闘競技が現在のボクシングの源流の一つとされ、古代ギリシャにおける代表的な格闘競技の一つでした。一方でさらに古い時代の紀元前1600年頃、青銅器時代の遺物からも剣闘がすでに存在していたかのような描写も見つかっています。サントリーニ島のアクロティリ遺跡ではグローブのようなものを手にした少年たちが拳を交える壁画が発見されており、これらは何らかの形式で剣闘がすでに行われていた可能性があることを示唆しています。紀元前7世紀頃、スパルタやアテネなど都市国家が発展し、ゼウス神に捧げる神聖な祭典としてオリンピア、いわゆる古代オリンピックが本格的に開催されるようになります。古代オリンピックは4年に一度開催された宗教的な祭典であり、最初の競技は短距離走のみでしたが、その後レスリングが競技に追加されるなど、その種目を徐々に増やしていくようになります。ボクシングの原型の一つとされるピュグマキアという競技は紀元前688年の第23回大会から古代オリンピックの正式種目として取り入れられます。ピュグマキアの選手たちは砂や小麦、豆などを詰めた吊り下げ式の革袋であるコリュコスを用い、現代のサンドバッグのように日常的な打ち込み練習を行っていたようです。試合前にはヒマントと呼ばれる革紐を拳に巻きつけ、拳の保護と攻撃力を高めました。ヒマントによる打撃は骨や皮膚に強いダメージを与え、前腕でガードしたとしても裂傷や深い打撲の危険があったとされています。ピュグマキアは拳のみで戦う非常に激しい競技で、どちらかが倒れるまで試合を続けるのが一般的であったとされ、その過酷さから命を落とす選手もいたと言われています。ピュグマキアがオリンピックに正式採用されてから40年後の第33回目の大会には、現代の総合格闘技にあたるパンクラチオンがオリンピックの種目として採用されます。当時の格闘家テアゲネスはピュグマキアとパンクラチオン両方の競技で優勝した最強の男として記録に残されています。紀元前2世紀、ローマはコリントスの戦いでアカイア同盟を破りギリシャを征服。以降、ギリシャ全土はローマの属州となり、古代オリンピックであるオリンピアもその支配下に置かれました。この頃からピュグマキアがローマでも行われるようになりましたが、ローマ人の思考に合わせてピュグマキアはより残酷な形へと変化していきます。ヒマントに代わってセスタスと呼ばれる金属片や鋲を埋め込んだ危険なグローブが使用されるようになり、その戦いはもはやスポーツというよりも観客を沸かせるための処刑ショーのような見せ物だったと言われています。4世紀後半、当時のローマ帝国ではキリスト教の影響力が急速に強まり、異教に属する文化や祭儀が次第に排除されるようになっていきます。ローマ皇帝テオドシウス一世はこうした流れの中で異教的な祭典を禁止し、ゼウス神に捧げるものとされた古代オリンピックも終焉を迎えることとなります。この出来事を機に剣闘競技ピュグマキアは表舞台から姿を消します。オリンピア祭の廃止以降、18世紀まで剣闘の記録はほとんど途絶え、この時代はボクシングの沈黙期とも呼ばれます。時代は進み、17世紀のイギリス、かつて古代ギリシャで行われていた剣闘競技ピュグマキアはベアナックルボクシングへと姿を変え、娯楽や賭けの対象となり、
庶民から貴族まで広く親しまれるようになっていました。ベアナックルボクシングは拳のみの戦いに限定されたものではなく、首絞めや投げも許されるストリートファイトさながらの非常に荒々しい格闘スタイルで、路上での喧嘩や賭博場などで盛んに行われていたとされます。この時代にアッパーやフック、フェイントなどの現代の主要なボクシング技術が開発されたといいます。その後、時代が進むにつれ、ベアナックルボクシングは徐々にスポーツ化されていき、その技術も洗練されていきます。投げ技やつかみといった荒々しい要素は排除され、拳だけで勝負を決するスタイルへと進化していきました。18世紀初頭、ジェームズ・フィグが初代ベアナックルボクシングチャンピオンとして名を挙げます。彼の登場は後の近代ボクシングへとつながる大きな節目となりました。18世紀後半になると、イギリスからアメリカへ渡った移民たちによってベアナックルボクシングが伝わっていきます。この格闘文化はやがてアメリカ国内でも広まり、掛け試合や興行として人気を博すようになりました。19世紀に入ると、アメリカでも名の知られた剣闘士たちが登場し、1806年にはヤンキー・サリバン vs トム・ハイヤー戦などが注目を集め、アメリカ初期のボクシングチャンピオンたちの時代が始まります。1860年、アメリカのジョン・シー・ヒーナンとイギリスのトム・セイヤーズによる史上初の世界タイトル級ベアナックルマッチが行われます。この試合はアメリカとイギリス両国を巻き込む一大イベントとなり、ボクシングが国際的な注目を集めるきっかけとなりました。やがてイギリスでクイーンズベリールールが導入され、グローブの着用やレフェリーによる裁定など、現在のボクシングに近いルールが整備されていきます。こうしてベアナックルから現在のモダンボクシングへの形へ移行が進んでいき、ボクシングは暴力的な見せ物から脱却し、技術とルールによって勝敗を決する近代スポーツへと進化していきました。1980年代に入ると、テレビ放映の普及やスポンサーシップの拡大により、ボクシングは急速に商業化が進み、巨大なエンターテイメント産業へと変貌していきます。マイク・タイソンやフロイド・メイウェザーといった時代を象徴するスター選手たちが次々と登場し、ボクシングは世界中から注目を集めるスポーツとなっていきます。今や世界中のリングで多様なスタイルが火花を散らす真のグローバルスポーツとなったボクシング。これからも時代とともに進化を重ねながら、世界中の人々を魅了し続けるスポーツであり続けることでしょう。